はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。いらっしゃい。はい。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。竹岡式ラーメンは煮豚を醤油で煮て、その旨味が溶け込んだ醤油をお湯で割るっていう、それだけのすごくシンプルなラーメンなんですけど、元皿っていうのは前日煮た煮豚の旨味が溶け込んだ返しですね。それと一緒に千葉県産の宮醤油さんの醤油を入れて煮てます。この乾麺じゃないと竹岡のスープに負けちゃうんで、独特な茹でた後中に若干芯が残る部分があって、これ薬味いっぱいです。竹岡式ラーメンってスープが濃いので玉ねぎがめちゃくちゃ合うんですね。東京で何軒か行ってるけど、ここが地元に一番近いかな。ずっと子供の頃から食べてるから味だから。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。竹岡式ラーメンが結構しょっぱいパンチのあるラーメンなので、スパイシーな感じでカレーを作っちゃうと喧嘩になっちゃうんで、しょっぺって言って全然食べられなかったり、乾麺かよって吐き捨てられて帰られたりとか結構ありました。途中でやめられないっていうか、好きなものは続けたいっていう感じでしたね。もっともっとなんかいろいろ竹岡式ラーメンっていうのを知ってもらってっていうのができたらいいなとは思ってます。はい。竹岡式ラーメンは煮豚を醤油で煮て、その旨味が溶け込んだ醤油をお湯で割るっていう、それだけのすごくシンプルなラーメンなんですけど、これはまず元だれですね。
元だっていうのは前日煮た煮豚のうまみが溶け込んだ返しですね。それと一緒に千葉県産の宮醤油さんの醤油を入れて煮てます。梅の屋さんが僕大好きで、どうしても梅の屋さんの味に近づけたいと思って同じ醤油を使用してます。大体まあ40分50分くらいで沸いて、そこからアクを取ったりとかして、あと煮込む感じになります。これが宮古市の乾麺です。梅の屋さんがちゃんと宮古市の麺を使って、リスペクトあるんで、日本で初めて作ったっていう、これ一番多分古いですね。日本で初めて乾麺。はい、この乾麺じゃないと竹岡式で合わなくて、やっぱり独特なその茹でた後中に若干芯が残る部分があって、この麺じゃないとやっぱちょっと竹岡のスープに負けちゃうんで、食べた時ものすごく衝撃を受けて、こんなシンプルな作り方なのに食べた時にホッとする味というか、気づけばまた食べたくなるなみたいな、ちょっと身近なラーメンで、作り方もものすごく面白いですし、それで結構衝撃を受けましたね。そうこうしてるまでに煮豚が沸き始めてきたんで、アクが出てくるので、ひたすらアクをすくう作業になりますね。竹岡式ラーメンってスープが濃いので玉ねぎがめちゃくちゃ合うんですね。今1日大体3キロ4キロで、うち特製ラーメンってあるんですけども、特製ラーメンとかは玉ねぎ倍にのっけてるので、大体このぐらい玉ねぎ3、4キロ作ってもなくなる感じですね。麺が染みたりしないんですか？これは慣れました大体1日このくらいの量の玉ねぎが出てます。竹岡式ラーメンが結構しょっぱいパンチのあるラーメンなので、同じそのスパイシーな感じでカレーを作っちゃうとちょっと喧嘩になっちゃうんで、この豚だしで煮たこの黄色いカレーが一番合う。これが先ほど豚を切ってかけた部分があったじゃないですか、それを3、4時間香味野菜とずっと煮て、ものすごく柔らかくした、もうほぐれ豚みたいな感じで、うちは基本的にもう作ったらすぐ真空して冷凍かけて、もううまみを常に逃がさないようにしてる状態で、これがその豚を煮た時のスープですね。うちラーメン屋で豚を使ってるので、そこも最大限に生かしたくて、なるべくロスがないようにうまくカレーとかに使って出してます。
ではここまででございます。塩と胡椒と昆布茶ですかね。はい。まあ昆布茶入れることによって、まあ結構味も結構意外とまとまるっていうところがあるので、でうまさも出してくれるので。うちのお米は、農家さんから直接契約して年間契約で取ってるお米で、山形県のつや姫というお米を使っております。でこれを毎朝かける分炊いて、ものすごく甘みがあって粒が大きくて、でうちは鍋で炊きます。ふっくらと美味しく炊き上がるので。では沸いたんで料理です。よいしょ。あと一煮立ちして終わり完成です。豚が溶け込んだ優しい味のカレーになります。よいしょ。完成しました。もうお肉も3、4時間煮てるので、ものすごく柔らかくなってます。ふっくら炊けてます。ちょっと余談なんですけど、このオリジナル T シャツうちで、ラーメンを30杯食べた方に、このオリジナル T シャツ、しょっぺい T シャツ配ってます。しょっぺいってちょっと竹越ラーメンってものすごくやっぱしょっぱいラーメンなんで、なかなか食べると難しいかもしれないですけど、まあその中でも来てくれてるお客さんとか、少しでもなんか竹岡好きな人とか、うちのお店好きな人にちょっと喜んでもらえるようなと思って、白と黒で用意してます。しょっぺい T シャツ。しょっぺいってそういうことだったんですありがとうございます。しょっぺいってで遠くから見るとちょっとちょっとねあれに似てるようなちょっとそこも意識しながら、一瞬ちょっと、はい、そうですねラーメンラブリーさんっていう三軒茶屋のお店、はい、ご存知まあはい行きました。ここオープンする前ですかね、食べに行って。はい、大盛りのチャーシューです。お待ちどうさまです。僕が知ってる中だと大体5軒6軒くらいあったんですけど、もっと減ってますね。でなんか竹岡式ラーメンって乾麺とこのいわゆるその竹岡式ラーメンのそのルーツというか、その乾麺を使って、地元のお醤油とその宮古市の乾麺を使ってっていうのがまあ竹岡式だとして、その作り方でやってるお店は多分都内でもうちくらい、まあ、やっぱりそういう味っていうのは守り続けていきたいっていうのもありますし、まあ僕が個人がすごい好きなので、今後もずっと同じ作り方でやっていきたいみたいなのは自分の思いはあります。でかいですね。でかいです。これ肩ロースですね。
見すぎて取っ手がもう取れちゃってこれがもう返しです。もう豚のうまみがもう溶け込んでます。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃいませ。ですね。いらっしゃいませ。ラーメンのおじゃな。はい、どうぞ。はい、半カレーですか。はい、煮豚ラーメンですね。長いのまだです。注文になりますね。トッピングが煮豚が倍になるのと玉ねぎも倍になってで味玉がついて一応全部トッピングするよりはお得です。
はもう出身が千葉だから東京で何軒か行ってるけど、ここが地元に一番近いかな。ずっと子供の頃から食べてるから味だから。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。これ薬味いっぱいです。トッピングの、さらにマッシュのトッピング。よいしょ。失礼します。竹岡式の特製のさらに薬味いっぱいですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞです。いらっしゃいませ。ラーメンの煮豚増しですね。はい、大盛り煮豚増し。薬味。煮豚持ち帰りに欲しいんですけど。これお二つです。はい。あ、これします。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。たまたま友人がまかないで食べているものを食べさせてもらった時に結構賛否両論あるというか好き嫌いがはっきり分かれるようなラーメンだと思うんですけど、僕は結構ドシンとこう胸に突き刺さったっていうところですごく面白い魅力的なものだなっていうのを全然苦戦しましたね。しょっぺって言って全然食べられなかったり、乾麺かよって吐き捨てられて帰られたりとか結構ありましたね。経営者のセンスのなさといいますか、途中でやめられないというか好きなものは続けたいっていう感じでしたね。はい。ちょっと東京でやってるところも若干減ったりとか、増えては減りのそのちょっとピンクなんで、もっともっとなんかいろいろこの竹岡市ラーメンっていうのを知ってもらってっていうのができたらいいなとは思ってます。はい。